さあ始まりました DIY の時間です。今回の DIY は収納ボックス。前回このねヘキサテーブルを作ったんですけど、これね一回バーベキュー庭でバーベキューしたんですけども、最高に使いやすかったです。この距離感なんかもねちょうどよくって、まだご覧になられてない方はこの動画ぜひ見てください。で今回はですね、このキャンプ道具っていうのが入れる場所がないんですね、今。なんでこういう、飯盒とかタンブラー、お皿、もろもろね、こういったものを、ストックできる箱と、そのままね、できれば持ち運びできるような、おしゃれな箱を作っていきたいと思います。今回主に使う材料はこちらです。天板の部分をオルティガ柄にしたいので、端材マーケットに行って端材を仕入れてきました。これ杉材なんですけども、35mm の厚みが 10mm。で、長さがね、これ 900mm かな。で、なんと20本入って、じゃじゃーん300円。3束だから60本とかでも900円なんで、トライしやすいですね、これ。端材マーケットさん、ありがとうございます。それではね、これを使って、まずは木材カットやっていきます。でこんな感じですね。この天板の部分がオルティガ柄になってて、これがパカッと蓋が開けれるようになってる。ここはテーブルとしても使えるような、そんなね、ボックスを作っていきたいと思います。この部分ですね、この透明の部分なんですけど、ここがね、ポリカボードを使ってみたいなと。ここをポリカボードにすることによって、ある程度軽量化した。で、なおかつ、ある程度強度がある。そんなボックスが作れるんじゃないかと思ってます。じゃあ、早速やっていきます。次にポリカボードを切っていきます。このポリカボードの波に対してこの横に切っていく場合は結構力いりますので、ちょっとずつ軽く水をつけながら徐々に切っていった方がいいです。それではこの四角の枠を組んでいきます。使うのは木工用ボンドです。それではフレームができましたので、このポリカボードをこんな感じですね、こんな感じに貼り付けていきたいと思います。このポリカボードがプラスチック製なので、こちらのボンドを使います。小西株式会社さんの SU という商品です。これがプラスチックにも非常に接着が良くって、なおかつ衝撃とかにも強いということだそうです。
一応こちらの印刷がある方が UV 側、遮光ですね。遮光、遮熱、断熱の側のようです。まあこれ収納ボックスなんで特にね関係はないんですけども、こうですね。ポリカのこのストローみたいになってるんですね。こういう感じで中が空洞になってますので、ここにアルミテープを貼っていきたいと思います。このテープを貼ることによってこのポリカボードの中に入ってくる水とかホコリとかを防ぎます。次に底板の部分を作ります。このウルトラ多用途ボンド SU めちゃくちゃ使いやすいです。これで箱の部分が完成しましたので、次に蓋の部分を作っていきます。まずは 10mm×15mm の角材で枠を組んでいきます。オルティガ柄の収納ボックスということで、ひとまずフレームが完成しました。このね、蓋の部分と軽量化にこだわったので、ここがポリカボードで、フレームの木は全部杉材を使用してます。
今のところね非常に軽いですね。この動画はひとまずここまでで終了ということで、次ですね、この蓋の部分にいよいよこのオルテガ柄の天板が入っていくと、ここにオルテガ柄がボン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 と入っていくと、それは次の動画をぜひぜひご覧ください。それでは